どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、はい。今日2本目。はい。今日はね、21日2本目。はい。風邪ひきそうとかって言ってての2本目なんですけど、ちょっとランチを挟みましてね。はい。それで2本目撮ってるんですけど、ランチの時にね、ちょっとね、ワインを飲みまして、ちょっと酔っ払ってる感じ。うん。調子があんまり良くないのにワインとかね、開けちゃったやつがあってね、だいぶちょい前にね。うん。で飲み切らなきゃいかんっていうことで、まあ別に料理に使ってもいいんだけど、まあでもそれはね、ちょっと飲むかって言われて、うんって言っちゃって飲んだらね、ちょっと酔っ払ってんだよね。うん。まあまあ大丈夫なんですけど、うん。酔っ払ってるって言ってて、ちょっと顔があちまかちになるタイプなんでね、赤くなって、なんかちょっと、まあぼーっとまではいかないんですけど、まあボワンワンっていう、ほんのりね、ほんのりです。大丈夫です。大して飲んでないんで。はい。一杯も飲んでないんでね、グラスにね、半分ぐらいしか飲んでないんでね、まあまあまあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、はい。まあそんな感じで今日やっていこうと思いますよ。はい。今日ちかね、今回やっていこうと思いますよ。で、今回は何回目？じゃあこっちを見ながら行きましょうかね。ここまでやったから、こっちですわ。今日はこれっつったよね。これですわ。なので、13回目ですよ。13回目。もうちょっと。はい。はい。で、編んでみました。ちゅうことでこんな感じですね。うん、なんかだいぶ違う感じがする。だいぶ違う感じがするんだけど、でも、同じなんですよ。ね、言ったら。角っこのこれがあるだけなんですけど、なんか違う。まあまあ違うのはしょうがないね。はい。というわけでね、今日はね、これをやってきますよ。ということで、13日目。ポワン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 。じゃあね、13日目っていうことでね、やってきますよ。で、使うはこっちですな。こっちか。ね、482番の方。こちらでやっていきます。で、ですね。じゃあ、まあ、早速始めていくんですけど、中心ね、モザイク編みでございます。いつもの文句でございます。文句っていうのはいつもの言葉っていうことですけども。モザイク編みのコマ編みっていうのは、すべて筋編みでございます。はい。で、長編みっていうのは筋編みした部分ね。筋編みした部分。長編みでも細編みでも、その後編み方は、筋編みで編んでいくわけですが、その筋の部分ですね。残った筋の部分に引っ掛けて編むのが長編みでございます。はい。モザイク編みの長編みっていうのは、そうやって編んでいくわけですね。はい。じゃあやっていきましょう。ということで、はい。最初、作り目は、細編み4目の、四角い作り目ですね。はい。細編みを1個したら、角。はい。細編み2個目をやったら、角。はい。3個目細編み。角。はい。4個目細編み。角。はい。こんな感じでございます。はい。で、ビューっと引っ張ります。ビューっと引っ張って、ギューッと引っ張って。はい。で、今回のは真ん中がこうね、独立してるっていうんですか。四角でそのままそれだけなので、これもまたカットして、形を整えてやっていきます。はい。で、入れてあげるのは、一番最初の細編み、こちらの方に頭を作ってあげる感じで、隣の鎖編みに針を入れて、鎖目の閉じ方をしてあげます。はい。ね。はい。こんな感じでしてあげて。で、そしたら左側に一回戻りますね。はい。戻って、これで目が整います。はい。こんな感じですね。ここですよ。これね。これ。はい。こんな感じで。で、そしたら、糸処理をね、してしまいますね。先にね。これしちゃった方が、後々楽ですからね。なるべく糸処理したくないですからね。後でね、まとめてっちゅうのはね。はい。じゃあちょっと入れてっちゃいますね、全部ね。はい。いや、酒飲みながらさ、編み物っていうのあんましないからね、ね。基本的にね、私はね、お酒あんまり飲まないんですよ。ね、あんまり強くもないし、で、それでもって、見た目はね、なんかすごい飲めそうってよーく言われるんですね。若い時からそうだった。若い時からむっちゃ飲めそうに見えるんだけどねって、こう言われるんですけど、私ね、あんまり飲めないんですよ。ちゅうかね、まずね、
頭痛くなったりすることもあるし、でそれも不快だし、でそれでもって気持ち悪くなっちゃったりしたらもっと不快じゃないですか。今までね、私ね、飲みすぎてね、二日酔いとかね、例えばその気持ち悪くなったりとかね、そういうのってね、そんなに回数的にはないんですよ。記憶にある中では、気持ち悪くなって、ゲーみたいなやつはね、今までね、2回しかございません。はい、2回のみなんですけれども、でもなんだろうな、なんで2回しかないかって強いからじゃないんです。自分でセーブするんでございますよ。ね、気持ち悪くなるのが嫌だから、そこまでなるまで飲まないんですね。はい、なのでハイになってわーいぐらいで止まるぐらいで、自制が効くんですわ。はい、そんなことはどうでもいいですね。はい、ちょんちょんと切って、はい、じゃあね、作り目の部分ができました。どこから、どの辺から拾ってもいいですけど、とりあえず今作ったところですね、頭をね。ここ、1、2、3と3辺あるところ、これ2段目ですよ。はい、2段目いきますよ。1、2、3と3辺あるところのど真ん中ですね。ど真ん中の目を半目拾うように、はい、筋手前に残す感じで針を入れていただいて、で、ここにまた糸を入れていきます。はい。はい。立ち上がります。で、立ち上がったらこの目は放置して、隣の目に行きます。はい。隣の目に行って、細編みを編んだら角。はい。で、2段目はずっと細編みです。はい。細編みを筋編みで全部の目に入れていきます。とりあえずね、ここはね、もう毎回同じですわ。ね。2段目はもう必ずこれなんですわ。ね。なんでかって言ったらですね、長編みする場所がございませんで、ね、長編みするっつったってどこに引っ掛けんのさっていう話でね、ないじゃないですか、こう引っ掛けるとか。ね。なので、強制的に2段目は全て細編みでございます。はい。このやり方でやれば、スクエアをね、編む時も、あれです。細編みでございます。2段目は全て。はい。そんな話をしてる間に、ここがささっとできますんでね。はい。角。はい。で、ここまず1つ入れますね。で、真ん中の部分、これが始めたところですね。立ち上がったところなので、ここに根元に、ね、この白い糸が出てる根元にぐさっと入れて、細編みをします。はい。細編みをしてギュッとする。はい。で、これで2段目が出来上がりました。じゃあ3段目ということで3段目、お隣のとこに行きますね。はい。で、糸を持ってきて、引き抜いて、はい。引っ掛けて、立ち上がります。はい。立ち上がって、で、お隣の目に行って、細編みをして、角。はい。で、このパターンも言ったら、1、2、3、4、5、6段目までずっと細編みです。はい。筋編みで細編みをずっと6段目まで編んでいくので、今回もちょっと飛ばそうと思います。はい。ちょっとどうやってやるのってね、立ち上がりの部分とかっつうのもあるんで、今やったのと全部同じなんですけれども、ちょっとちゃんと見てみたいわっていう方はね、ここにリンクを貼っておきますので、前回のリンクは飛ばしてるから、その前のやつですね。5段目ぐらいまで細編みで編んでるやつがありますんで、6日目とか7日目とかそのあたりなんですけど、ちょっとリンクをね、ちょっと貼っておきますわ。ね。ちょっとリンク貼っておきますんで。で、それを見ていただいて、こうやって編むのね、という感じでね、見たい方はそちらの方を見ていただいて、編んでいただければいいかなと思いますんで、なので、今回もね、またね、ちょっとね、ワープをしようかな。ね。いう感じなんで、なので6段目編み終わったところまで、ワープをしたいと思います。ということで、ワープ。はい。ということで、6段目まで編んできましたよ。はい。6段目まで編みました。ここ見えてるのは1、2、3、4段目、5段目。ね。で、6段目はこう隠れてるんですね。隠れてるんで、よくわかんないかと思うんですけど、6段目。で、7段目からこの長編みが入ってくるっていうところですね。はい。じゃあ7段目を編んでいこうと思います。はい。で、ここ最後、細編みを最後の、最初立ち上がったところに入れたら、隣の目に行って、はい。7段目の糸を引き抜きますね。で、立ち上がったら、その目は放置で隣に行きます。隣に行って角。はい。で、これはどうするかっていうと、まず一つ細編みを編みます。はい。で、そしたら、この前々段の筋、一番右端ですね。ここから数えて3つ長編みをします。はい。
1、2、3と入れます。はい。で、間は、ここは何個になるんだい ?1、2、3、4、5個。はい、5個ですね。5個、細編みを入れます。3、4、5。はい。で、そしたらそこからまた3つ長編みを入れます。長編み。濃いな。やっぱりこの糸な。はい。3つ入れました。はい。で、最後の細編み1つ。この前段の鎖編みのところにね、細編み入れるの忘れずに入れて、角。はい。こんな感じになりますね。はい。そんなに難しくはないんだよ。難しくはないよ。はい。1つ入れたら、3つ長編み。はい。1、2、3。はい。こうですね。3つ連チャンで長編みをしたら、間5つ細編みを入れて、また3つ長編みをして、最後に1つ細編みを入れて、角っていう感じですね。はい。3つ、1、2、3。はい。で、角に1つ入れて、角。はい。じゃあ、こんな感じでこれ7段目。はい。7段目を編んでいきます。はい。はい。とりあえずここまで編んできました。一番最後の辺のところの5つ細編みをして1つ長編みを入れました。次、2つ目の長編みを入れるときに注意しなきゃいけないのが、まあ以前からご説明してますが、こいつですね。ここに後から来たこの横、ここの筋。でも、これを拾っちゃいけないんですね。ここじゃなくて、これは前段の立ち上がりの場所なんですけれども、この根元がこういう風になってるわけです。こいつ拾わないでくださいね。これ拾うんじゃなくて、ここで拾うのは、一番端のここの筋ありますね。3個目の長編みを入れるとこのすぐ横にある筋です。これです。こいつです。こいつが本物の筋でございますから、ここに引っ掛けて、ここに長編みをする。はい。で、最後。今、ね、端っこって言ったやつ、ここね、ここに入れて、引き上げつつ最後の一引きと。はい。はい。これで7段目が編めました。この辺の色好きだね、私ね。これ好きだね、この色は。どこの色に当たるんだいって話なんだけど、よくわかんないんだよね。まあいいや。はい。で、そしたら、ここまで編めたら、隣の目にぐさっと入れて、はい。8段目いきますね。引き抜いて立ち上がる。はい。で、立ち上がったら、隣の目に入れて、細編み。で、角。はい。さあ、じゃあ、ここはどうするかっていうとね、ここね、やることないんですよ。はい。なので、ここも、言ったらずっと、細編みでございます。はい。この段ずっと細編み。平和だ。平和だ。ということでね、じゃあ1段細編みをずっと、一つに、一つの目に一つずつ筋編みで細編みを入れていきます。あ、角忘れないでくださいね。角も忘れないで。はい。じゃあこんなんで、8段目。細編み。ひたすら細編みでございます。はい。はい。ここまで編んできました。では、ここ立ち上がったところも、ここは細編みを編み入れる部分なので、なんだ、白いのが出てきてる根元の目にぐっさっとね、刺して。で、こいつを引き上げながら最後に細編みを入れます。はい。はい、こんな感じで8段目がただの、細編み。ただの細編みでございます。はい。じゃあ次の目、こう入れて引き抜きますね。引き抜いて立ち上がる。はい。そしたら、お隣の目に針を、ちょっと待ってね。針入れて、はい。で、細編みをして、角。はい。ここはどうするかっちゅうとですね。ここはね、逆ですわ。ほぼ長編みですね。はい。いくつ長編みすんだい ?1、2、3、4、はい、7ですね。はい。まず最初に一つ細編みを入れます。はい。で、そしたらここから、ね、この前々段の筋の一番右端からですわ。ね、ここから7つ細編みをします。はい。で、7つ細編みするんですけど、まあ、いつも言ってることですけど、ね、
長編みの連チャンは気をつけてくださいよとね、ボワワンとなることがありますんで。なので真ん中あたり、このあたりですね、7つったら4つ目あたりですよ。この辺をキューッとちょっと高さをね短くするような感じで、ちょっとぎゅうぎゅうにね、ちょっと私編んでますけれども、ぎゅーって感じで編んでいただきたいと思います。でこうね、7つの端っこあたりに来たらね、普通な感じで編めばいい。でど真ん中一つ細編みしますね。ど真ん中一つ細編みしたら、またここから7つ長編みをしていきます。2、3。で4つ目、かなりぎゅうぎゅうな感じ。ぎゅうぎゅう。で、ちょっと緩めて、ちょっと緩めて、そうね、これもほんのりもうちょっと緩めて、端っこは普通な感じ。普通な感じですよ。っていう具合でね、編んでね。で、最後の細編みを一つ入れて、角。こんな感じになります。編むとき、やっぱり長編みが続くと、ね、ボワンとなりがちになるので、それを抑えるために、真ん中はちょっと、高さ短めになるように、編んでます。くるくると回してね。そんな感じで、じゃあ、9段目を編んでいこうと思います。最後の辺のところ、1、2、3、4、5。5個、とりあえず長編みを編み入れました。で、ここでなぜストップしてるかつと、さっきと一緒です。ね、こいつ引っ掛けないでくださいよっていう注意喚起でございます。一番最後のこのね、前々段のこの端っこにある筋のお隣、こちらの方をこれ引っ掛けると。ね、こいつじゃないっすよっていうことでね、こいつを引っ掛けて長編みをする。で、最後のね、7番目の長編みを入れて、これを引っ張り上げて抜くと。こんな感じでございます。これが9段目。ね。こういう感じです。こんな色だったっけかなって、本当この辺のやつがこの色全然違うな、おい。いっか。いっかも何もないんだよね。これでやっていくしかないんだもん。だってね、しょうがないよね。というわけで、10段目。10段目。隣入れて、引き抜きます。立ち上がります。で、もう一つお隣に行って細編みを入れて角。10段目。10段目は何をするかというとですね、もうね、ひたすら、筋編み。ひたすら細編みを筋編みで入れていくだけでございます。なんだ。今回はね、簡単だよ。ね。長編み連チャンで編むやつのコツだけで、もうそれだけですよ。ね、白はだって大したことしてないでしょ。白全然大したことしてないよね。あら。いっか。白はひたすら細編みでしたね、今回ね。これ白最後の段なんでね。まあいいや。じゃあこれこのままずっと、あれですよ。細編み入れていきます、この段ね。最後の目まで全て細編みを入れてきました。ではこの立ち上がったねところ、最初の目のところに最後に一つ細編みを入れます。でこれで10段目が終了したところで、白はつまり終了ということですね。チンと切って、出してあげて、じゃあ閉じてあげます。いつもと一緒です。ここの細編みの頭を作ってあげるため、そのさらに先の鎖編みのところに針を入れます。で通してあげて元に戻ります。鎖目の
閉じ方ですね。はい。で、そしたらこっちに戻る。はい、こっちに戻って目を安定させてあげます。綺麗にね。はい。ね、大丈夫。で、あとはこれね、編み込んでいきますんでね。はい。じゃあ、そしたら今作ってあげた目ですね。ここ、新しく作ってあげた頭のところを半目で拾います。はい。で、はい。糸割れしとる。糸割れするんだったら、ね、もともと編んであった2本拾うか1本拾うかどっちでもいいと思うんですけど、とにかく手前に1つ筋を残すように拾います。で、立ち上がり。そして隣の目に移動して、隣の目で細編みを編んで角角。はい、これ11段目最後の段になりますんで、ここの段もまあ言ったら細編み、はいはい、ずーっと筋編みで細編みでございます。はい、やることないっすね今回あんまりやることないっちゅうか、この白が何もやることなかったっちゅう感じですよね。うん、白はねひたすら細編みでしたね、白い方はね。はい。なのでまあ簡単な部類だとは思います。ただ長編み、さっきも言ったように長編み編む時の注意っていうのがねあるんで、それだけですね。はい。じゃあまあこれで最後の段をちゃちゃっと編んでいこうと思います。はい。はい。最後の目まで入れました。ということで、じゃあ立ち上がったこの目に一番最後に一目ね、はい、細編みを入れて終了でございます。はい。どうだ？なんか色の感じがなんかあれだね、同じようにはなったけれども、なんか今までのってなんか色違うな。まあいいんだけど、ちょんと切って、はい、出して、はい。じゃあこれを締めていきますね。はい、さっきと一緒です。はい、一番最後の細編みをね、一番最後っていうか、この列のとか辺のね、一番最後、つまり一番最初に細編みを編んだところの頭を新たに作ってあげて、はい。はい。ほいで、左に戻して、整えて、はい。整えて、はい。で、糸処理をしていきます。いや無事に終わったわね。無事に終わったよ。なんかもうこれをね編んでる間に酔いはもちろん冷めてるんですけど、はい、酔いは冷めまして、もう落ち着いてきてますけどね。編み物するのにね、あんまりね問題はないんですけどね。なんかちょっと喋り方が変わったりとかっていう可能性はねなきにしもあらずなんで、あんまりお酒を飲んで動画を撮るっていうことはね、注意したくはないんでございますが、なんつったってお酒弱いですから私ね。お酒弱いんでね注意しないといけないなという感じではありますけど、はい、でもこれでね無事に終わりましたので、はいはい、というわけで終了。はい。なんか本当色のイメージがなんかこんなイメージのところあったっけかなっちゅうぐらい、なんか全然私的には緑っぽいのがあんまり入ってないせいかな。わかんないんですけど、とにかくサイズ感的には、こっちの方が若干小さく見えますね。実際小さいと思います。はい、実際小さいと思います。でも希望の11センチでできてるかなっていうことでちょっと測るわね。ちょっとやっぱり測ろうかななんつってね。どこ入れちゃったのし、毎回なんか変なとこ入れちゃったりとかして。どこさどこじゃちょっとメジャーがどこ行った？メジャープリーズ。なんかさっき使ったよね私ね。さっき使ったじゃん。メジャーどこあった。ありました。はい、ありましたよ。ね、測ります。はい。あれ小さくねがあれおかしいなこっち測ろうかね。こっち側測ろうかね。こっち側11センチ。はい、OK ですいやいいんです。これで10センチ11センチ弱、11センチから11センチ弱でいいので、こっちはほんのりね、最初に編んだやつの方がちょっとゆる手で編んでるんでね、やっぱりまた伸ばすっちゅう話ですよ、ね、伸ばしたら大丈夫。はい大丈夫、問題なし。はいな感じになると思いますので、こんな感じで編んでみました。はい。さあ皆さん、これで13個目っていうことですよね。13個目、13個目、もうちょっとで終わりね。もうちょっとで終わりなんで頑張って最後までね
はい、やっていこうと思いますよ。ね、最後4分の1切りました。はい。大丈夫。こんな感じでいいね。こんな感じでいいわ。ちょうどいい感じ。はい。というわけでございます。はい。ね、あんまりこう、もこもこなんつってね、もわんもわんなんつって、こう盛り上がってちかこう、なんていうの、こう描いてる感じもないと思いますので、はい、問題ないでございます。はい。というわけでね、はい、本日もここまでお付き合いいただきまして、どうもありがとうございましたということですね。はい。で、まあ次回、じゃあ比べてないじゃん。もうね、もういつもやってることを同じようにやらないと。はい、比べますね。比べます。これです。これがこうなりました。はい。ね、こういう感じになりました。なんかちょっと雰囲気違うな。全然違うな。大体ね、このポッチが目立たないわけよ。ね。これあって、このポッチが、こっちだとわかるんだけどね、こっちだとあんまり目立たないね。こっから上って、ここの部分同じことやってるはずなのにね、なんか知んないけどわちゃわちゃした感じがするよね。やっぱここがあるだけでわちゃわちゃしてる感じがするわね。この角っこのこれが。ね。まあいいや。はい。毎回同じこと言ってっからね。はい。じゃあ次はこちらでございます。14日目はこちら行きます。はい。またこれもなんか雰囲気違いそうだね。はい。まあ。はい。またやっていきましょう。というわけで、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。今日は早いんじゃないかね。今日は短いよ動画。というわけでね。はい。また次の動画でお会いしましょう。ということで本日はここまで。では、さよなら。今日はさっさと終わるんじゃないか動画ね。いい感じだ。ということでね。今日は撤収するぞ。撤収バイバイ。はい。というわけで、おまけでございます。はい。今日もね、ですね、食べ物。はい。食べ物です、今日も。はい。今日はまあよくわかんないんだけど、まあ今日は食べ物です。はい。まあお茶だけあるんですけど、はい。ちょっとお茶、とりあえずお茶。これはね、一般的に普通にね、なんだ、売ってるね、なんだ、テッレっていうなんかどこのメーカーなんだね。よくわからない。ちっちゃい文字で書いてあるけど、どここれディピュイ1837ってことなので、1837年から続いているメーカーなんですけど、普通にね、スーパーで売ってるやつです。私はあんまり美味しいってむっちゃ美味しいとかあんまり、日本でいうとこの日東紅茶とかそういう感じです。はい。そんな感じで、まあちょっとリプトンとかそういう感じです。はい、一般的に売ってるやつ。はい、ちょっと一口飲ませていただきます。普通にこれ何だったっけ？何だったかな？忘れちゃった。ブレックファスト、イングリッシュブレックファストかセイロンか忘れました。まあ普通にお茶ですわ。普通にね。はい。で、何も乗ってないじゃないかって話なんですけど、今日何を食べるかっていうとですね、私ね、やっぱりね、なんでおまけコーナーでね、こうなんかいろんなものを食べるじゃないですか。食べたり喋ったりなんかいろいろしてるけど、食べる時ですよ。食べる時っていうのは基本的には、珍しいものだったり、あとは日本から持って帰ってきたものだったり、自分の好きなものだったりとかね、するわけですよ。ね、今回のものはですね、ようやくフランスに来ましたかっていう感じですね。日本じゃもう数年前ですね、流行ったのね。3年ぐらい前かな。3年ぐらい前か。に流行ったと思うんですけど、もうね、私その時食べました。日本に帰った時食べました。むっちゃ美味しかったです。もうね、すっごい好きなわけ、私。なんて言ったって生クリーム好きですから、私が好きじゃないわけがないわけですよ。で、それがようやくフランスに来ました。で、隣の国なのにね、イタリアのお菓子ですけど、で、ようやく来て、で、うちの家人がですね、また買ってきたのピキャーで買ってきたんですよ。ピキャーで買ってきたんですけど、ピキャーでね、こんなもの見つけたっつってね、ピキャーに買い物行った時に写真を送ってきたわけです。一人で行ってくれるんで、基本買い物はね。で、そしたら、これ知ってるかっつって、こんなもん買ったけど、君が好きそうだから買ってみるなんつってね、写真を送ってきたわけですよ。それが何かっつうとですね、これ、見て。マリトッツォね、マリトッツォコンジュレって書いてあるから、冷凍なんですけど、ピキャーなんで、で、
さあフランス語では何て書いてありますでしょうか。ブリオッシュアラクレームフォイテって書いてありますね。はい。これ書いてあるのはブリオッシュの生クリームのブリオッシュって書いてあるんですけど、まあもうすでに開いてる。まあご想像にお任せしますが、すでに開いてるわけですけど、ここねちょっと見てみるとね、チャオイタリアね、ピッキャーです。ピッキャーね。はい。でこれなんて書いてあるかっていうと、これね食べる前にこれ剥がしちゃったかわかんないんだよな。食べる前にねこれ1個入りね、食べる前にね3時間前に出せって書いてあるかな、冷凍庫からね。どっかに書いてあったんだけど、多分これがここそうだね、3トワザって書いてあるね。ここ3時間前に冷凍庫から冷蔵庫に入れろって書いてあるわけですね。はい。これでね、今朝ね起きた時にね、ちょっと入れといたんですよ、冷蔵庫にね。私が入れたわけじゃないですよ、うちの家事に頼んで、はい、冷凍庫から冷蔵庫に入れといてくれって頼んだわけですよ。でもすでにね、じゃあどうなってんのかちょっと開けますよ。はい、開けますよ。はい、どうなってるか。空です。はい、空ですよ。もう出しました。はい、ちゃんときれいに出しましたよ。はい。でね、これが1人分入ってる。で、これね、写真送ってきた時に、これ私好きなんだよって、日本でちょい前に流行ってね、日本で食べたっつって美味しかったっつって買ってきてっつって頼んだわけです。で、なんでねこれがあったんだろうと思ったんですけど、今ね実はピキャーでねイタリア週間なんですね。はい。イタリアのそうやってね、なんかちょこちょこっとどこの国特集、どこの国っていうか、地域だったり国だったりするんだと思うんですけど、特集みたいな感じでやるんですよ。で今ねピキャーではね日本食もね置いてあるんですよね。日本食っていうか焼き鳥とか、あとはお餅アイスとかね、あとは餃子、日本の餃子とねちゃんとねチャイニーズの餃子と別々にあるっていうのが面白いなと思うんですけど、あとお蕎麦とかね、なんかそういううどんみたいなやつがあって、焼きそばみたいなやつかなんかそういうの冷凍でね置いてあったりするのよ。でその中で、今回はイタリア特集ということでね、マリトッツォ来ましたよ。マリトッツォ。はい。なので買ってきてもらいました。さあじゃあ実際の物をね皆さんにご覧いただかないとっていう話ですね。はい。こちらでございます。はい。一応形的にはねマリトッツォの形なんですけど、私が日本いやでもちょっと見て、この写真とさ、やっぱり高さが違うよねっていう話で、日本で食べたマリトッツォよりもやっぱりちょっと潰れてる感じよね。日本で食べたのはまさにこんな感じで、ちょっとこうガーってね、高さがガーってクリームがいっぱいみたいなね感じなんですけど、いやこれ食べてみようって話ですよね。ちょっとどんな感じが。じゃあね、早速ねいただいていこうと思いますよ。で食べるのにね、これちょっとフォーク必要かな、ナイフ必要かなと思ったんですけど、いいです。このままいきますよ。はい。じゃあね、ちょっといただきますってことで食べてみようと思います。はい。冷凍ですからね、言ったってね。日本みたいにこう焼いてね、挟んで置いてるのとちょっとわけ違うかもしれないけどね。さあどんな感じなんでしょう。生地としてはパンみたいだわ、やっぱり。ちょっとね硬い感じはある。冷凍っていう感じかな。でも普通にあれですわ。スポンジみたいな感じだと思うんですけど、ちょっとこうやってね、ちょっとクリーム、はい、じゃあいただきます。はい、とりあえず食べてみたいと思います。こんな感じ。ちょっとパサパサしてそうな感じもしますけど、はい、ちょっといただきます。ほうほう。はいはい。ね、マリトッツォって食べたことある方わかると思うんですけど、こんなにたっぷりクリーム、いや日本のやつはもう倍ぐらい入ってましたけどこんなにクリーム入れてたって全然しつこくないんでね、軽いんでね、ペロッといけちゃうわけですよ。もうシュークリーム気分ですよね。ぐちゃーっとちょっとぐしゃらーっとしちゃいますけど、これねもちろん冷凍なんでそこまで求めるのがいかんのですが、やっぱりね生地はね日本みたいにね普通にお店で置いてるやつ、作って置いてるやつ、そっちのがね生地自体も全然美味しかったと思いますよ。
なんかねスポンジとパンの中間みたいな感じよこれ。フランスのこのピカーのやつはこのね生地の表面、まさにこの焼けてる表面がパンみたい。まあそうだね、パンだね言ったらスポンジよりもパンって感じだわ、どっちかっつったら。まあスポンジとはね違うものだったけど、やっぱり日本で食べたやつもね、でもなんかもっと生地が軽かった。いや軽いっちゃ軽いんだよな、なんつったらいいんだろうな。でもパンとスポンジの中間みたいな感じだね。でもこの噛んだ時の感じがもうちょっと軽かった感じがするな、日本で食べたやつはな。シュークリームと生地の中間みたいな、なんかその気がしたけど、シュークリームとはまた違うからあれだけど、まあ味的にはね悪くはないですよ。悪くはないけど、日本で食べた時はイタリアじゃなくて日本っていうのがまたあれなんだけど、日本で食べた時の方がうめえっていう感じだったよね。やっぱりこの生地だと思うな。クリームは本当にね甘すぎなくて軽くて重くなくていいんだけど、まあ冷凍だからここまでが限界かもしれないですね。まあ悪くはないですよ、悪くはない。でも本物のマリトッツォとこれが置いてあったらまあ当然本物を食べますよねっていう感じ。まあなんだろう、どうしても食べたくなった。まあ今のところまだあれです、こちらのパン屋さんとかお菓子屋さんとかでマリトッツォを見かけることはありません。なので普通に作ったやつをそのまま食べれるって状況にはないので、どうしてもマリトッツォが食べたいなと思ったらまあピカーもありかなと。まあ常に置いてあるか分かりません、この先もずっと置いてあるかどうか分かんないんですけど、まあ食べてもいいかなっていう気はしなくもないけど、まあでも無理やり食べなくても日本だってまだ置いてるでしょね、置いてるとこあるだろうから日本に帰った時に食べてもいいかなとちょっと思ったわ。まあわかりますよ、ブリオッシュあらクレームフォイテってフランス人がブリオッシュって書きたくなるのはわかりますね。確かにブリオッシュですな、パンはそういう感じですな。なんだい小林だよ、小林が来たぞ、来んなよ、わしのじゃっつの。お前にはやらんっていうの。もうやめて。まあでも生クリーム好きですから、食べたくなったらまあ買ってきて食べてもいいかな。生クリームは美味しいやね。生クリーム、俺らほんと生クリーム好きでさ、子供の時あんなに苦手だったのにね。面白いね、子供の時のさ好きだったもの嫌いだったもの大人になってから変わるよね。まあ子供の時好きだったものが大人になって嫌いになるってことはあんまりないかもしれない。なんかのショッキングななんかがない限り。でも子供の時苦手だったのに大人になって大好きになるものっていっぱいあるじゃないですか。やっぱり子供の時って舌がまだ出来上がってないからね、味覚がきっちりと大人みたいには。だから生クリーム苦手な子っていっぱいいるじゃないですか。で生クリーム苦手っていうのは子供にとっては油っぽいんですよね。やっぱりくどいっていうかね、気持ち悪くなるって。私も子供の時生クリーム食べると気持ち悪くなるタイプだったんで、今大好きですよ。生クリームの日本にもあると思うけど、こうシャカシャカシャカってビシューって出したやつあるじゃないですかね。ヨーロッパ欧米ではよくあるんですけど、あれなんかもう下手したらね、今はねもうスプーンにねダーって出してねこう舐めてもいいぐらい大好きなんですよ、生クリーム今ね。生クリームものほんと好きで、いやもちろんダブルクリームも好きですけど、クリームもの好きなんで。でバタークリームですよ、問題はね。バタークリーム、フランスはねバタークリームよく使うんですね、基本的に。で私は日本にいた時、子供の時は本当にバタークリームがダメで、
もっと油っぽいじゃないですか、生クリームよりね。だから私子供の時に親に例えば誕生日だったりクリスマスだった時にどんなケーキが食べたいって聞かれたら必ずチョコレートケーキだったんですね。でチョコレートもさ、生クリームにチョコが混ぜてあったりとかもするけど、あとはほらね、チョコの味の濃いチョコレートクリームだったりするじゃないですか。あれも全然問題ない。チョコレート大好きだったからね。でだけど生クリームのケーキだったりとかバタークリームのケーキっていうのはもう全然苦手で、だから子供の時はもうずっとチョコレートケーキだったの。チョコレートクリームのケーキとかね、そっちだったんですよずっとね。でバタークリームも全然ダメで、やっぱりあれも子供の時は食べると気持ち悪くなってたんですよ。ところがどっこいですよ。ところがどっこい、大人になってこっち来てからかな、どうだろう、フランス来てからね、バタークリーム全然平気になって、いやむっちゃ美味しいじゃんみたいな、逆にね美味しいじゃんみたいな。だから今はね、うちの家人は未だにあんまり好きじゃないらしいんですよ、バタークリーム。こっちも子供はあんまりバタークリーム好きじゃなくて、で冬になるとそのノエル用のさ、ブッシュドノエルってさ、クリスマス用のケーキね、こっちのブッシュドノエルって皆さん聞いて分かる人は分かると思うんですけど、ああいう木のさこう切ったような形をしているクリスマス用のそのケーキっていうのがあるわけですね、ブッシュドノエル。なんだろう、ロールケーキみたいなやつがこう木のあれみたいになってて、デコレーションしてあるやつね。であれがクリスマスのケーキなわけです、こっちではね。であれ基本バタークリームなんですよ、こっち。だからフランス人の子供っていうのは子供の時から一応バタークリームのケーキあれを食べてるわけで、うんざりしてんの実はみんな割とでね、バタークリーム苦手って人結構多いんですよ、こっちやっぱり。私も理解できない。子供の時は本当に苦手だったから。でもね、今食べるとね、バタークリームむちゃ美味しい。バター大好きだし、バタークリームなんか美味しいよねって、思うようになったわ。本当に子供の時から比べるとね、この前も言ったじゃないですか、塩羊羹も一緒なんだけれども、やっぱり子供の時の舌とね、大人になった時の舌、味覚ですけど変わりますんでね。私生クリームもうね、目がないっすって話で、もうむっちゃね、もう生クリーム好き。だから子供の時あんまり食べなかったいちごのショートケーキとかってあるじゃないですか、日本では。こっちではああいうケーキあんまないんですけど、生クリームのねショートケーキね、今更ながらね、大人になってから日本に帰るとこうバーンとね、例えば不二家だったりとかさ、コージーコーナーとかさ、たっぷり生クリーム使ったようなケーキあるじゃないですか。なんかね、あれね見るとね食べたくなるんだわね。子供の時あんまり食べなかったのにね。とにかく生クリームが苦手だったからね。でも今こうやって美味しく生クリームが食べられるのはね、幸せなことだと思ってます。はい、味覚が変わってよかったなと。大人になるってこういうことなのね。はい、ということでございます。はい、じゃあ今回はね、このねピッカーで買ってきたマリトッツォ、冷凍のマリトッツォ食べてみました。悪くないですけど、冷凍じゃなくて普通に作られたやつの方がまあやっぱり、美味しいです。全然ね。頑張ってるでね、この高さ頑張って出せてばよかったね。半分だったよって話なんですけど、そんなもんですよ普通はね。はい、ということでチャオイタリアンということでね、イタリアかね、イタリア語で言うとチャオイタリアですね。はい、イタリアのアクセントっていうのはそういう感じだね。イタリアですからね。はい、イタリアももう長いこと言ってませんって言いながら、私ね、イタリアっちゅうのはね、足を突っ込んだぐらいだったら何度もありますけれども、がっつりと飛行機に乗って何ですか、行ったっつうのはね、ローマしか行ったことがございません。1回しか行ったことないんですね。それ以外イタリアの都市って行きたいところいっぱいあるんですけど、未だに行きてません。いつかベニスって思ったけど、ベニスももうね、なんか魅力がだんだんなくなってきたっていうかすっごい観光客だし、すっごいあれだし、なんつうの、ゴンドラもむっちゃ高いし、すっげえ汚ねえしくっせえしみたいな話聞くと、なんかベネツィアねベニスって言うけども、ベネツィアになんかあんまりこう行きたいっていう気持ちがなくなったよね。それよりももっと他に行きたいところいっぱい実はあるのかなっていうか、逆になんかじゃあそれがダメならっていうんで、逆にイタリアのさ、この足のさ、ふくらはぎ側、あっち側ね、アドリア海ですかね、あっちの方にちょっと行ってみたいね。海沿いね。あっちの方がなんかこう素朴そうな感じするじゃないですか。あんまりなんかこっちの例えばね、こっち側のローマだのうんじゃらかんじゃらと、なんだこう
観光客がいっぱい来るようなところよりもあっち側の方が落ち着いてていいんじゃないかななんてちょっと思ったりもします。またいつかイタリアには行ってみたいと思います。とにかく私はね、基本的にはね、フランス料理よりもイタリア料理の方が好きです。ただイタリア料理どんなものがあるかっていうのはフランス料理ほどには知らないので、ね、やっぱりで行ってみてこれは苦手だなっていう食事ももちろんあったんですけど、でも基本的に全体的に言えば味付けの感じとか言ったらやっぱりねイタリア料理の方が好きかな。なんか味がはっきりしてるからうん、フランス料理よりも好きですよ。好きだけどイタリア料理の方がね、友達と例えばパリ行ってね、何食べたいって言われた時にフレンチとイタリアンだったりどっちがいいって言われたら絶対イタリアンって言っちゃうタイプなんですよ。でね、美味しいイタリア料理のレストランもいっぱいあるんです、パリには。でも間違ってもフランス人がやってるとこ行っちゃいけませんよ。イタリア人がやってるイタリア料理の店は美味しいです。はい。イタリア人がやってるとこは美味しいです。まあそういう生き残ってるとこはほとんどそういうとこで、他にフランス人がやってるイタリア料理なんつうのはチェーン店ぐらいしかないですから。ね、チェーン店激まずですから。はい。そういうとこは行かない方がいいです。行くんだったらイタリア人がやってるイタリア料理のお店行ったらフランスだって美味しいパスタとか食べれますよね。フランスはねパスタ激まずですから、はい、隣の国なのになんであんなねアルデンテ何それみたいな、やっと最近アルデンテっつってみんなあって言うようになってきたけど、私が来たばっかの20年前アルデンテって言葉知りませんでしたから、みんな本当にアルデンテって何みたいな、だってねパスタだってね普通書いてあるでしょ、10分とかさ9分茹でてくださいって書いてあるじゃん。普通に20分ぐらいグツグツ茹でちゃうの、時間見ないで。デロンデロンなのが好きなのよフランス人。でもむっちゃまずいわけ。もう食べれないのよ、他人様のとこ行ってね、パスタ今日はパスタにするわなって出てきたもの食べれないね、まずくって本当にね。しかもフレンチのね子供に出すパスタって本当ね、なんじゃそりゃってグデングデンに茹でたパスタにですねちょっとバター絡めてね、そこにねこうラペしてあるこう削ってあるエメンタールチーズをバラバラって巻いてケチャップかけておしまいですよ。これがフランス人のパスタです。そして子供たちはこれが大好き。はい。これがね言ったら日本人の子供にあげるそのナポリタンっていうかケチャップスパゲッティみたいなのあるじゃないですか、家でちょろってやるあれですよね。フランス人的にはあれがそれってことです。はい。デロンデロンに揺れたやつにちょっとバター絡めてチーズバラバラってやってケチャップビュー、はい、炒めろ少しみたいなねケチャップ使ってんだって炒めろ日本みたいにいくらかみたいなまあそんな感じで、なんか話が随分脱線しましたけれども、そんなこんなでねまたイタリアに行きたいです。はい。イタリア人の男はね、友人にこの私の人生の中で友人って言いますか、知り合いにね今までね一人しかおりませんでよくわかりません。はい、よくわかりませんでしたけど、確かに臭いやつでした。臭いってのは匂いじゃないです。やることが臭いいちいちみたいな、そういうタイプでした。はい。確かに言われてる通りイタリア人ってこういう感じなんだな。そんな話はどうでもいいです。すいません。はい、長くなりましたということで今日はこれぐらいにしていこうか。はい。というわけでございます。じゃあというわけでまた次お会いしましょう。ではバイバイ。